めっちゃ腹立つことがあって、Mac 関連で。売るか極めるか。 Windows ならこんなことないのにって毎回思ってる。そのありのままの過程を全部記録していくチャンネルです。これは俺の記録であり、あなたの物語だ。あなたが未来に直面する現実かもしれない。Mac のせいではない。Mac 用に買ったとある製品の話。触れつつ、ちょっと今やろうとしてることあるので、それやりながら、まずね、腹立ったことっていうのが、ここ今見てもらって違和感も何も、何もないだろうけど、何もわからんと思うけど、こうした時に今これめっちゃ反射してるじゃん、ここ。これね、この反射するのが嫌だから、保護用のフィルムのアンチグレアのやつを買いました。間違ってないよね。アンチグレアって反射を防ぐやつですよね。なのにもかかわらず、これ貼ってこれだよ。そんなことある？こんなことある？どう考えてもめっちゃテカテカなんだよね。Amazon のカスタマーサポート連絡したら、海外の人があれってさ、基本対応してくるじゃん。だからもう分かってはいるんだけど、もう言っても無駄だっていうのは、ちょっとね、突っ込んで言ったんだけど、その製品のとこにアンチグレアつって反射しないっていう風にがっつり書いてるわけ。書いてあるのにこんな反射してるの自体は問題だし、それが別の製品が届いちゃったってことなのか、それとも製品が、ある種言ったら詐欺的なことなのかさ、古代広告。つったって普通に完全反射じゃん。こんなことある？同じメーカーでもう一回買い直して、例えばさ、間違ったんだったらそれがちゃんとしても届くかもしれないしとかさ、もう考えるのもめんどくさいしさ、貼るのもだるいしさ、っていう状況です。そう。これはまだね、今回の件とは関係ない。それね、しかもさ、俺頑張って撮影したというか、そんな大した手間ではないけど、反射しちゃうのがあるから、反射しない角度とか。で、このさ、貼るのって大変じゃん。しかも、つかないようにとかさ、撮影しながらってなると、やったことある人は分かる。さらに倍の労力がかかるわけ。それをね、一生懸命やった上でこんなめちゃくちゃ反射しちゃう。はい。で、今回実際にやろうとしてるのが、ちょっとアプリをインストールしようと思います。で、これは、Mac for Win。Windows ユーザーが Mac に乗り換えていろいろムカつくこととかイライラすることとかそういうのも記録していくみたいな話っていうのも含んでいるので、そこの兼ね合いでなんかそういうふうにここから乗り換えようと思ってる人とか用にと思ってごくごく基本的なところからちょっとなんでこんななんだろうって疑問も含めてやっていこうと思います。今まず何をしようとしているかというとアプリのインストールしようとしています。なんかね Windows の人だと全く感覚わかんないと思うんだけど、なんかさWindows でいう .exe っていう exe ファイルとかってダブルクリックするともうインストール立ち上がってインストール開始するじゃん。なんか次へってやってポチポチやっていけばいいだけじゃん。それがなんかね Mac の場合、これ俺合ってるかわかんないよ。合ってるかわかんないんだけど、なんかねそのダブルクリックするとこういう画面が立ち上がるの。なんかね挙動が違う時もあるんだけど。でこれ何かっつうと、これが今回インストールしようとしているアプリ本体になります。OMI っていうAI のデバイス関連のやつなんだけど、そう。これをね、インストール、そのダブルクリックするとこの画面が立ち上がって、こっち側の右のフォルダが何かっていうと、これアプリケーションフォルダ。言ってみたら Windows で言ったらプログラムフォルダみたいな感じのもの。インストールする時ってさ、基本的にプログラムフォルダの中に、そのアプリ名のフォルダができて、みたいな感じになるじゃん。要はそういうことを表してるんだけど、これをね、なんかね、謎にね、この中に入れなきゃいけないの、このアプリケーションフォルダに。なんで俺にこんなことやらせんだって。これがもう腹立つわ。とりあえず。あれなんかなっちゃった。そう、多分これで今、インストール中、OMI をアプリケーションにコピー中みたいになってるの。だから一回ちゃんと AI に聞いたりとか調べて、もうそういう仕様なんだからしょうがないっていうことに納得はしたんだけど、今ちゃんと説明できないんだけどさ、これどういうことかね。忘れちゃったっていう話なだけなんだけど、このままでも起動はできるんだけど、アプリケーションフォルダの中に入れた方が、まんまさ、アプリが並んでるフォルダだから分かりやすいですよね的なことなのかなちょっと分かんなくなる。とりあえずこういうふうにやってインストールする感じになります。で、今インストールしたので、要はこの中に OMI っていうアプリ今追加したものがこういうふうに、そう、ちょっと分かりづらいかもしれないけど画面ちっちゃくて入ってます。で、これダブルクリックすることによって、普通に起動ができる。ここが、そう、Windows から乗り換えたとき、最初ね、なんだこれってなる瞬間だと思う。なんかね、これもね、いちいちね、許可みたいな画面が出て、Windows でもこういうの出ることはあるけど、なんかね、いろんなね、こういうね、しょっちゅうさっきの確認画面とか出る感じは iPhone を使ってるユーザーだったら、iPhone の感覚で考えれば納得だわってなるかもしんないってふと思った瞬間があります。ちょっとここログインしちゃいます。これね、今実際このさ、OMI っていうのをインストールしようとしてるって言ってるけど、これ今なんでインストールしようとしてるかというか、
もともともう一台 Mac を去年の末に M5 の無印を買って、そっちにこの OMI っていう、AI のアプリをインストールしていました。で、まあちょっとね、細かいことの説明は省くけど、この OMI AI っていうものを一応前提として話をすると、もともとペンダント型のデバイスが存在していて、どこ行っちゃったかな。そう、これ。なんかね、俺壊れちゃったのかわからんけど、バッテリーにこう充電できなくなっちゃって。まあとりあえずこれを首からぶら下げておくことによって、常時録音状態になって、俺の音声が、スマホのアプリの方にどんどん音声が蓄積されて自動で文字起こしして、そこからボタン1個押すだけで山ほどあるテンプレートから、例えば要約をその文字起こしからしたりとか、 YouTube の台本っていうテンプレートを用意しておけば YouTube の台本にしてくれたりとか、瞬時にいろんなことができるわけよ。で、蓄積されてこのデータを使って自分の記憶の中を検索したりとか、それを俺の記憶をもとに AI が回答してくれたり、言ってみたらチャット GPT に俺の記憶を探ってもらって回答してもらう。俺は例えば1年前になんか怪我をしたなんか具合が悪いって言ってなかったかとか、例えばなんかさ、病院行ったらさ、なんか問題があったとするじゃん、検査して。その時に過去の俺が発言していた、いやなんか頭痛いなとか、そういうのを探って、その過去にそういう兆候が現れてなかったか、傾向がなかったかとかってのを探ったりも、まあ一つの例としてはできるわけと、プラスで言うと、例えばヘルスケア、アップルのヘルスケアのアプリとかと連動して心拍数とか、あとは睡眠時間とかの記録と照合して、なんか俺がさ、なんか頭痛いなって言った時の睡眠時間確認してみてとか、そういうこともできるわけ。そう、まあ、そんなアプリがあって、それの Mac 版っていうものが存在しています。で、これね、さっきのペンダント型のデバイスは、まあ今壊れたかわからんけど使えなくても Mac でもその常時録音ができます。ポイントになるのがその話なんだけど、今回なんで MacBook Neo に入れてるか。もともとは M5 で使ってたわけ、この OMI のアプリを。今インストール完了したんだけど、違う、ログインか。そうで、これでもペンダントと同じ常時録音ができます。その Mac 版でも。でもさ、常時録音ってことは Mac の電源がずっと入っているのが前提条件で、その間なんかね、基本的にずっと聞き続けるっていう動作をしているわけ。で、話し始めたタイミングではそれを察知して記録してくれる。だからずーっとマイクがオンのような状態なんだよね。で、あんま深いこと考えずに M5 で使ったんだけど、で、なんつうの、 PC の前にずっと行って、今デスクトップがそっちにあってさ、ここに今 MacBook ね置いてあるみたいな感じで、左の方に M5 置いてあって、時々触りながらみたいな感じなの。だからまあバッテリー切れそうになったら、まあこうにね、充電バッテリーつないでたまに外してみたいなことを繰り返しただけで、あんまりね、バッテリーの残量がどうこうとか何時間持ってるかとかって気にしたことなかったの。 M5 の方の話ね。で、なんかここ数日ぐらいちょっとね、あえてこの PC の前から離れて MacBook 触ってみたりとかしたの。そしたらなんかね、バッテリー切れるの早いような気がして、こんな早く切れるもんだっけみたいに思って、もう俺わかんないよ、実際の時間とか知らないかわかんないんだけど、でその時にふと思ったのが、OMI AI だと思って。要はその常時録音の状態だから、そこでバッテリーががっつり減るみたいなのどっかで見たことあるんだけど、まあそらそうじゃん。で、なんかそのせいかなと思って、まあオフにしてどうだったかっていう、ちょっとちゃんとした判断まで今ついてないんだけど、で、なんかさ、バッテリー的にも良くないじゃん、絶対その状態。そう思って MacBook Neo だったらさ、10万以下で買えてるものだし、じゃあこっちにしようって思って、前置きめっちゃ長くなったけど、そういう理由で今 OMI AI をこっちにインストールしようとしているっていうところになります。そう、なんかすでにな、バッテリーなんかめっちゃ下手っちゃったりとかしたり、嫌だなっていうか困るな。今、録音の許可、権限を与える。そう、これがさっき言った、今この権限を与えるみたいな画面なんだけど、なんとなくさ、これ見るとさ、iPhone 使ってる人だったらなんとなくピンとこない？なんかね、Mac だった頭で Windows との比較で考えた時は、なんかもういちいちね、この感じが全然馴染めなかったの。ただ iPhone の、そっか、iPhone と一緒じゃんって思ったら急にスッキリして。例えば設定の中のさ、Windows でいうところのマイコンピューター、Windows E とかで多分 PC のさ、ストレージとか見られると思うんだけど、それと同じことやろうとしてもさ、見方わかんなかったっけ。要は、この MacBook 自体の全体のその空き容量が見たかったんだけど、どうやって見るんだってもういちいち調べなきゃいけないわとか、もうだるいわとか思ったんだけど、その時にね、実際に調べて、出し方は分かったんだけど、設定画面からストレージに行ってくださいって話だったの。まあ一般の中のストレージとか、そんな感じだと思うんだけど、ここにストレージあるわ。そう。でね、これやってね、そっかって思ったんだけど、iPhone だわって。iPhone 使ってる人なら今ので分かるよね。設定画面から一般行ってストレージっていくと見られるじゃん。空き容量とか。だから、そのパソコンっていうところのくくりにとらわれず、iPhone の考え方でやるといろいろスムーズだなってちょっと納得したところがありました。iPhone も使ってない人だとね、そうなるとね、まあ Windows との感覚で、
なんかこう探っていくしかないかもしれないけど、っていうかさ、もうすでに使用済み219ギガなんだけど、まあしょうがないか。240、2頃 ?256 ギガなので、本体がちっちゃい方のやつ買ったので。もうこんないっぱいになってんだね。ちょっと厳しいな、これ。何が余計なんだろう。そんなに重そうなもん入ってるかな。書類が33ギガ。何これ。動画が入ってるとかね。動画編集のテスト用にいろいろ入れてたりしたので。で、肝心のこっちだ。そう。まああれか。今マイクの許可をしようとしたのか。マイクとかの。あ、ストレージ画面いっちゃったじゃん。あれちょっと待ってください。一応、オープンスクリーンレコーディングセッティング。はい。これの許可をオミに与える。画面収録とかの。ちょっとパスワードを。はい。さあ、これで、オミからシステムプライベートウィンドウピッカーをバイパスしてよくわからんけど今日は。だからね、ここら辺の絡みで、そのね、バッテリーをね、めっちゃ食うんだと思うんだよな。その音声をずっとね、上でね、録音中みたいなアイコンが出んの。まあ、そらバッテリー食うわな。オープンディスクアクセス。そう、なんかね、今見てもらって分かる通り、こんな感じでしょっちゅうね、権限の確認が入ります。まあ、Windows だって入ることあると思うけど、なんか Windows よりも結構ね、頻繁な気がする。フルディスクアクセス、オミ許可。セキュリティがキーチェーンの Chrome セーフストレージに保存されている機密情報を使用しようとしています。許可するにはキーチェーンログイン。キーチェーンログインのパスワード。なんだこれどういうこと？もう謎なんだけど、キーチェーンログイン。とりあえず、まあ今回はこれのセッティング、まあこれにさ、興味を持つ人がいるとは思えないんだけど、こいつ大丈夫？なんかアカウント連携できてなくね？俺アカウント持ってるはずだけど。なんか今いろいろこれもまた許可を出している。通知の許可とか。まあここら辺本当に iPhone の感じなので、やっぱ iPhone って考えるとスムーズかも。レッドオミ、セカンドブレインズライブ。大丈夫でしょうか？まあ、オミ AI の観点からこれを見に来てる人がいるとは思えないけど、フリーズっぽくなってる。で、なんかついでにネオの、使い勝手みたいなとこ触れると、なんかね、やっぱり普段使ってる時にちょっともっさり感感じます、全体的に。ブラウザーとかをさ、タブを切り替えた時とかに画面がさ、なんていうの？タブがスリープ状態になってるとか、なんかわからんけど、表示されるまでにちょっとね、もっさりして時間かかったり。今もちょっとタップしたなんかフリーズみたいになっちゃったね、これ。くるくるになっちゃってる。ダメかな。ちょっと強制終了するか。まあ、やっぱそういうところは、まあ、8ギガとかっていうとこのあれなのかね。落ちちゃった。なんか今みたいになんか落ちちゃったとかそういうことはあんまないけど、普段。これさ、1からになってない？大丈夫？あ、大丈夫だよかったよかった。はい、こんな感じで、まあこのアプリの話はそんなに今がっつりするつもりないけど、さっき言ったみたいに常時録音で記録したものがここにどんどん溜まってってるわけよ。勝手にタイトルつけてくれたりとか。そうみたいなところで、まあ今回はもうこの常時録音をこっちでやらせようっていうところが目的だったので、なんか表示違うな。何これ？どういうこと？バージョンが変わったとかかな？よくわからんけどね。俺の M5 に入ってるやつと見た目が違う。あ、見えてないか。この上にね、オミっていうアイコンが今出てるんだけど、こんなんじゃないんだよな。とりあえずこれでなんか全然違う。どういうこと？ちょっとごめんなさい。MacBook Neo に興味持って見てくれる人には関係ない話も増えちゃうかもしれなくて、ちょっとここだけ終わらせて完了にしようと思うので、ちょっとこのチャンネル自体があんまりぶっちゃけ時間かけられないっていう状況にもあり、でもちゃんと Apple 専用として動かしていきたいなっていう中、いろいろ考えながら今後やっていくつもりではあるんだけど、とりあえずもう普通にね、こんな感じで起きたことをそのまま記録っていう、あんま編集加えずにというか、もうそれで見てもらえないんだったらそれでしょうがないし、とりあえずちょっとこの形式でやろうと思います。逆に言うとなんかまあ結構リアルな感じで全部記録していく感じになると思うので、このさ、オミにも興味持ってる人だったらちょっと役に立つ要素もあるのかもしれないし、今ので上に録音アイコンが出るはずなんだよな。なんで出ないんだろう。なんかめっちゃ通知来てるけど、どういうことこれ？オミから通知がめっちゃ来てるんで、何これ？なんかさ、この余計なしかもさ、英語なぜか言語が変えらんなかったんだよな。どういうこと？おいおい、通知オンになんかしなきゃよかった。ずーっと出てる。何？まあいいか。まあこれ用の動画じゃないしね。まあとりあえずこれで OK としよう。まあこれに興味持った人もよかったら今後見てもらえたら、まあ、この MacBook を使いながらっていうところでもこのオミって多分触れていくことになると思うので、今後
はい。みたいなところで、こんな感じで、リアルに触る感じで、イライラするとことか、気づいたこととか、今回の中で雑談感覚でいろいろ触れたと思うけど、アプリインストールするときにさ、なんか謎だとか、iPhone の感覚でやれば、iPhone 使ってる人なら分かりやすいとかさ、なんかこんな感じで記録していこうと思うので、そういうところも含めて、よかったら、チャンネル登録、よかったらお願いします。Mac for Win っていう名前には2つの意味を込めてます。一つは勝利するための Mac for Win。もう一つは Windows ユーザーのための Mac for Windows。どちらの意味もある。十数年前に MacBook Air が突然熱暴走してカーネルパニックで壊れました。修理に7万円かかると言われて、もう二度と Mac なんて買わないと決めた。それからずっと Windows で生きてきた。それがこの3ヶ月で Mac を2台買いました。自分でもどうかしてると思ってる。しかも未だに使い方はよくわからなくて、何かやろうとするたびにイライラしてる。Windows ならこんなことないのにって毎回思ってる。そのありのままの過程を全部記録していくチャンネルです。これは俺の記録であり、あなたの物語だ。あなたの過去の選択。苦い記憶かもしれないし、あなたが未来に直面する現実かもしれない。この先、使い続けるか、手放すか、その判断も含めて、ここに残していく。これから Mac を買おうとしてる人、Windows から乗り換えようか悩んでる人、初めてのパソコンに Mac を考えてる人、あとは昔 Mac が突然壊れて二度と買わないと思ったけど、実はちょっと気になってるっていう人、そういう人たちに見てもらいたいチャンネルです。